もし今見ている現実が壁に映った影に過ぎなかったらどうするのだ？その問いで有名なのがプラトン国家第7巻の洞窟の比喩よ。古代版の仮想現実で世界は全部嘘だったという話なのだ。そう決めつけると原点から離れるわ。まず問われるのは教育と無教育に関する私たちの本性なの。何を見ているかだけでなくどう見られるようになるかの話なのだ。今日は物語の順序を追い、太陽、教育、そして政治まで短い要約より一段深く見ていくわ。これはソクラテスがグラウコンへ示す思考実験で最初から答えだけを教える文章ではないのだ。囚人たちは子供の頃から足と首を縛られ正面の壁しか見られない。横も後ろも見られないなら目の前のものと何かを比べることもできないのだ。囚人の背後には火があり、その手前には低い石壁と物を運ぶ人たちがいる。運ばれる像や器は火に照らされて囚人の前の壁へ影を落とすのだ。運ぶ人の声は洞窟で反響する。囚人には影が話しているように聞こえる。誰かに単純な嘘を教えられたのではなく、経験できる範囲そのものが狭いのだ。ソクラテスはこの奇妙な囚人たちは私たちに似ているという観察する側だけの話ではないのよ。囚人たちは影に名前をつけ、どの影が先に現れどれが後に続くかを覚える。次に来る影を当てられる人は洞窟の中では高く評価されるのだ。ここが大切よ。比喩が批判するのは何も知らない人だけではない。限られた見え方の中で説明も予測も上手にできてしまう状態なのだ。洞窟のルールに適応する力とそのルールの外を知る力は同じではないわ。だから見えている情報が正しいかだけでなく、何が見えていないかも問う必要があるのだ。影を当てる能力は洞窟の中で本当に役立つ。だからこそその能力だけで世界全体を説明しない慎重さがいるわ。次に一人の囚人が解放され立ち上がり後ろを振り向くように強いられる。自分で出口を見つけて爽やかに目覚める英雄ではないのだ。火の明るさで目がくらみ、これまで見ていた影の方がむしろ真実らしく思える。新しい説明が正しくても受け取る側には苦痛と混乱が起こるのだ。慣れた見方は単なる誤りではなく、本人が世界を理解するための足場にもなっていたからよ。教育は古い足場を蹴り飛ばすだけではなく、別の見方へ移る時間も必要なのだ。囚人は目の前の実物より以前の影の方を真実だという慣れは判断の基準そのものに入り込むの。囚人は険しく急な坂を外の光へ向かって無理に引き上げられる。暗い場所から明るい場所へ出ればすぐ全部が見えるわけではないのだ。原点では光に近づくほど痛み、外へ出た直後には現実と呼ばれるものを何も見分けられない。知らなかったことを知るだけでなく、視覚の仕方自体を作り直しているのだ。だから混乱や一時的な失敗を学べない証拠だと早く決めてはいけない。上昇は正解へ飛ぶことではなく、目を鳴らしながら段階を踏むことなのだ。ここには強制の問題も残る。導くことと相手の理解を置き去りにして引っ張ることは同じではないわ。外で目を鳴らす順序は細かい。まず影、次に水面へ移った人や物を見る。その後で実物を見て、夜には月や星を見上げられるようになるのだ。最後にようやく太陽の反射ではなく太陽そのものをその場所で見る。いきなり一番眩しいものを直視させる授業ではないのだ。理解の難しさに合わせ見られるものを少しずつ変える。そこに教育の手順が現れているわ。分かったかどうかを急ぐより、何なら今は見分けられるかを確かめるのだ。影、反射、実物、夜空、太陽という順序は
理解に足場を作り、少しずつ外す設計として読めるわ。外へ出た人は太陽が季節と年を司り、見える世界の原因になっていると考える。太陽は綺麗な背景ではなく、物が見えるための条件なのだ。第7巻では、この上昇が魂が知性的な世界へ昇ることに対応すると説明される。そして知る世界で最後に努力して見出されるのが善のイデアなのだ。ただし第6巻では、太陽は善のイデアそのものではなく、その像にあたるものとして語られる。太陽と善を同じものだと言い切らず、見える条件とわかる条件の対応として読むのだ。善のイデアは美しいことや正しいことを理解し、行動するための根拠として語られる。だからプラトンは、公の場でも私生活でも理性的に行動する人が善へ目を向ける必要を語るのだ。外の世界を知った人は洞窟で暮らしていた仲間を思い出す。そのまま明るい場所で暮らせばいいのに、また暗い洞窟へ戻るのだ。比喩の先には、哲学を学んだ人が共同体の仕事へ戻るべきだという政治の議論があるの。分かった人が自分だけ安全な場所へ逃げて終わる話ではないのだ。知ることは特権を受け取ることではなく、他者に関わる責任も引き受けることになる。洞窟の外だけでなく、戻る道まで見ないと、この比喩の半分を落とすのだ。プラトンが求める統治者は、権力を欲しがる人ではなく、必要だから仕事を引き受ける人なの。明るい場所から戻った人は、今度は暗さに目が慣れず、影を見分けられない。影の順番を当てる競争では、洞窟に残った人より成績が悪く見えるのだ。すると囚人たちは、外へ登ったせいで目を壊したのだ、と笑う。洞窟の採点基準だけを使えば、悲観者は失敗者に見えるのだ。評価が低いから理解も浅い、とは限らない。何を測る競争なのかを確認しなければならないわ。慣れた場所での速さと、より広い現実を知ったことは、別々に考える必要があるのだ。プラトンは、暗闇から光へ移った目と、光から暗闇へ戻った目の混乱を区別しなさい、と続けるわ。減点はさらに厳しい。囚人たちは、自分たちを解放しようとする人へ敵意を向ける。捕まえられるなら殺す、とまで語られる。反対意見が出る、という程度ではないのだ。見慣れた世界の説明を失うことは、地位や評価や安心まで失うことにつながりうる。だから新しい見方は、情報として正しいだけでは受け入れられないことがあるのだ。相手が何を失うと感じているのかを見ず、無知だからだと片付ければ、対話は閉じるわ。洞窟の比喩は、正しい人が勝つ話ではなく、理解を変える難しさまで描いているのだ。知り方を変える提案は、相手の能力だけでなく、所属や役割や誇りにも触れる。反発を軽く見てはいけないわ。洞窟の比喩の直後、プラトンは教育を魂の向きを変える技術として説明する。見えない目に視力を入れるように、知識を頭へ注ぎ込む考えは否定されるのだ。学ぶ力が全くないのではない。けれど、その力が別の方向を向いていると考えるの。だから教育では、答えの量だけでなく、何へ注意を向けるかが問題になるのだ。教師が太陽で、生徒が暗闇だという話でもない。教師も学ぶ人も根拠を確かめ続ける必要がある。理解させることより、見方を検討できる条件を整えることが大事なのだ。目だけを回すのではなく、体ごと向き直るように、魂全体が向きを変える、と説明される。現代なら、ニュースや検索結果や短い動画を影に例えたくなるかもしれない。でも、特定の媒体は全部嘘だ、と決めるための比喩ではないのだ。何が見えていて、何が省かれ、どの採点基準に慣れているかを別の角度から検討するために使うの。しかも、見方が変わった後に、
共同体へどう関わるかまで問われるのだ。出典はプラトン、国家、第7巻の洞窟の比喩が語られる箇所よ。教育の説明は比喩の直後まで、太陽との対応は第6巻まで戻って確認しているのだ。要約を答えとして閉じず、原点へ戻るための地図として使ってちょうだい。影を見ている他人を笑う前に、自分が何を見て、何をまだ見ていないかを確かめるのだ。